それでは私の方から一つお話をさせていただきたいと思います。先ほど政府の新型コロナ対策課本部が開かれまして、BA.5 系統への置き換わりを見据えた感染拡大への対応を決定をいたしました。この中の具体的な対応のうち、保健医療提供体制の確保については、先手を打って7月5日に事務連絡を発出し、都道府県等に対し、全体像により整備してきた体制の点検強化を要請したところです。で、これに加えまして、本日の対策本部の決定等を踏まえまして、厚生労働省として次の取り組みを行ってまいります。まず、新型コロナウイルスのワクチンの4回目接種につきましては、これまで重症化予防効果を目的として、60歳以上の方と18歳以上で基礎疾患がある方や、重症化リスクが高いと医師が認める方を対象として実施してきたところでございます。で、今般、足元で新規感染者が急速な増加傾向にあり、重症者数の増加や医療提供体制への影響が懸念されております。ワクチンの感染予防効果は限定的とのエビデンスは特段に変わりはありませんけれども、重症化リスクの高い方が集まる医療機関、高齢者施設等の従事者を対象とした4回目接種について、足元の急速な感染拡大を踏まえ、総理のご発言を受け、審議会にお諮りした上で、早急に進めてまいりたいと思います。行政部内の準備作業にすでに着手をいたしました。具体的には、7月22日金曜日に開催予定の厚生科学審議会においてご議論をいただきまして、了承されれば速やかに必要な手続きを行い、新たな対象者に対する4回目接種を予防接種法に基づく予防接種として位置づけることになります。次に、高齢者施設における新型コロナワクチンの4回目接種に関しまして、各自治体に対して接種完了見込み、これは施設について調査を行ったところ、3回目接種から6ヶ月後には、おおむね9割の施設で接種がされる予定との報告を受けております。例えば、2月中に3回目接種を行った施設のうち、約9割の施設で、8月末までには4回目接種が終了する予定だという、そういう意味でございます。で、高齢者に対する早期接種の観点からは、4回目接種を前倒しで行っていただく必要があり、本日、調査結果を公表するとともに、事務連絡を発出しまして、3回目接種の完了から5ヶ月経過した後の可能な限り早期に4回目接種を実施することの徹底や、施設の入所者全体が3回目接種の完了から5ヶ月経過することを待つのではなくて、複数回に分けてでもできるだけ早期に実施すること等を自治体等にお伝えし、早期の接種を求めてまいります。また、高齢者施設等の従事者等に対する集中検査について、これまで地域の感染状況を注視した上で実施を検討していただいたところでありますけれども、現下の感染状況を踏まえて、すべての都道府県に対しまして、集中的検査計画に基づく頻回検査を実施するように、すなわち行政検査として実施するように要請することとしております。今後の感染状況について、最大限の警戒を保ちつつ、引き続き適宜適切な対応を図ってまいりたいというふうに考えています。私からは以上です。